私これがなくなればママの意識が変わると思ってるよ。これがザ・ママ。どうぞ。見事に白い壁が見えている。今回の週末ビフォーアフターは前回登場した 3LDK マンションにお住まいの4人家族のお宅の解決編でございます。前回ね、子供たち自ら念願だった子供部屋を作り上げた模様をご紹介したんですけれども、問題はそれ以外のお部屋の行く末でございます。この家の結末がどうなったのか、続きをご覧ください。絶対これは死守なんだね。いや、そあ、それも含めて全然リセットで構わない。私これがなくなればママの意識が変わると思ってるよ。これがザ・ママ。ここですね。ここクローゼットじゃないんで、基本的にこれのガチャが崩れた時にこの家が変わる。だってこの部屋なんてがフィッツケースが何全部で12個あって、これもフィッツケースでしょ。だったらもう6、7個増えたってそんなに景色的には変わらないわよ。しかもそんなに今までよりも悪い景色にはしないから。そうやって物を動かしていくことで私はお母さんの意識を変えたい。はい、ということでね、このうちはね、お父さんが自分の部屋を犠牲にしてでも他の部屋を片付けてほしいと言っていたんですが、私はどうしてもその結末を迎えたくなかったので、大胆な発想の転換でこの家の景色を変える提案をいたしました。部屋に収納を増やして定位置を作れば便利かもしれないんですけれども、その部屋のテーマを明確にした上で景色を変えないと理想のお部屋には生まれ変わりません。大量に残ったものの行く末は一体どうなったのか、お父さんの部屋は片付いたのか、続きをご覧ください。はい。はい、だいぶママとやり取りしてね、どういう方向で行こうかなと思ったんですが、やっぱり私はパパと娘さんの部屋をどうにかパーソナルスペースにしたいと思いましたので、まずはご主人の書斎兼寝室から見ていただきたいと思います。はい、どうぞ。見事に白い壁が見えている。景色が全然変わりましたね。はい、は私が立っているここは今日朝来た時は立てる状態ではございませんでした。い。皆さん覚えてますか？私がここに立っている場所、何がありましたか？フィッツがはい、山が。もう山のようにあって、こちらに洋服がかかっておりました。はい。もうパパは洋服を見ながらお仕事をするのが好きなのって私は聞きましたよね。はい。なんて言ったってこの細い通路に寝てた男ですからね。ね。はい。狭かったです。まあ私の YouTube に出るご主人はなぜか角の多い場所で寝るご主人が多くてね。はい。まあ、困ったなと思ったんですけれども、はい。申し訳ないんですが、私寝る場所はものすごく気にしますので、しっかりとお仕事もできて、なおかつ寝るスペースもしっかりできるように、ハンガーラックとフィッツケースはこの場所からは撤去させていただいております。ただね、こちらに全てお母さんとお父さんの服はちゃんと入ってますのでね。はい。なんだかんだ言って入っちゃいました。はい。まあ、この中でやりくりをするということもすごく必要だし、ただ何よりも娘さんの部屋がこの度めでたく完成しております。はい。私はですね、変な話、この部屋はハンガーラックを撤去したのとフィッツケースを移動した以外何もやっておりません。はい。一日中もうお父さんがもうニヤ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 しながらですね、思った通りというかですね、思い通りというかですね、まあ、ただですね、このダブルデスクのフル型式ではおなじみのこのね、システム。皆さん覚えてます？ JK 方式。このデスク、どこにあったか。どこにあったっけ？子供部屋にあったね。この上にあった。なんか次女のデスクだとかなんとかごまかされてましたけど、全然反応してませんでしたよね。はい。なので、プリンターもこのご主人が使われるということでしたので、
まあ、こちらにデスクがあると結構ね、このデスクいつも更地にできて、まあ、必要な時にそちら動いていただければもう本当にできる男になると思いますのでまあね、まだね、お子さんが小学生ということでどんどん働いていかなきゃいけないですし、ますます飛躍していただいてね、この家が発展できるようにするためにはやっぱりダブルデスクはね、お父さんの仕事の生きる、源になるんではないかと思いましたので、この仕事のスペースとくつろぎのスペース、こちらね、お布団があるんですよね。私見てないですけどまだね、ちゃんと上げ下げしていただいて、はい。まあたまにはね家族で寝ていただいてまあそれはなかなか難しいかもしれないんですけどね、寝れるようになったということです、ということで、まあこちらはね、めでたくご主人専用のお部屋になったということで、めでたしめでたしなんですが、私が他の部屋を地獄にして帰るはずもなく、はい、これからちょっとリビングとあちらのダイニングに行っていただきたいと思います。はい、はい、どうぞ。はい、はい、ということで最後オーラスでございます。リビングとダイニングがどんな風に変わったか、はい、見てください。どうぞどうぞ。はい。メリークリスマスツリーが映えるお部屋に生まれ変わりました。どうですかママ。自分の家じゃないみたいで。本当？なんか声が響くね。声が、うん声がこんなに響く。本当。すごい。ね、何夜だから？いや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 。なんかね、いっぱいあった収納がなくなってるんで、一回り部屋が大きくなった感じがします。そしてこの家のお姉ちゃんが大事にしているエレクトーンがこちらに移動してきました。お姉ちゃんこれ撮ろう。ここ場所映ったんだけど。おお。どう？いいよね。ね、前はこのうん。テーブルの向こうにあった感じだったんで。そうよね。なんか、う狭苦しかったよね。そうですね。こっちだと入ってすぐ目に入って、ん。うん。存在感がなんていうのかな。メインな感じだった。ここで演奏会してみんなで食事しながら、今まではね、背向けられてね、誰も聞いてねっていう感じだったけど、これからは食事をしながら、お友達を呼びながら、クリスマス会ができますよって話です。なんか全然、物よりこっちの方が、この家のグレードが上がった感じするよね。そうよ。そこがテレビの場所で、こちらにお店開いてる感じですよね。それが全て子供部屋に移ったことによってこの部屋が生まれ変わりました、はい、なのでそんなに減らしてるっていうか物を移動させただけなので、問題はスチールラックの中にあったものたちと娘たちの部屋のクローゼットの中にあったものたちなんですが、これまでどこにもないですよね。はい、なんなら見てください皆さん、和室を。和室なんてなんかパッと見は来た時よりもなんだか片付いてるようにも見えちゃうこのマジック。はい、これだけは謝らなければなりません。申し訳ございません。時間切れでございます。ここに全部あります。お母さんの大好きなフィッツは大変申し訳ないんですが、和室に移動させていただきました。文句ある？ないです。ない？はい。想像以上にというか、はい。リビングがこんなに生まれ変わったので、もうそれには変えられない。はい、変えられないです。そうよ。地から見る風景はまるで幸せな家族の食卓に一応なってますからね。いやー、まさか娘の部屋とお父さんの部屋作ることになるとは思わなかったんで、なんならちょっと娘の部屋の奥ぐらいにセパレートで物を置かせてもらおうかななんて思ってたんですけど、まさか今日娘たちがいるとは思わなかったんで100% いなかったら物はあっちに寄せてます。でもね、やっぱり私はやっぱこう家族総出で、関係者総出で片付けやってくれってことを言ってるんでね。だから2人のその頑張りとパパのニヤニヤかなやっぱそれはどうしてもやっぱりこう裏切れないと思ったんで、あとこのフィッツケースもそうなんですけど、はい、実はママこの後ろにもこんなにいっぱい寄せちゃってんですよ。ごめんね。大丈夫です。
これからこれから長い旅路が始まるけど、でもさ、お父さんとさ、娘たちがさ、あんなに喜んでんだからさ、これぐらい勘弁して、本当に。あとこっちにもすっごいいっぱい入れちゃったんだね、私。ここにも、もうママの書類がすごすぎて、もう全部、もうここはインオペで、誰にも見せない。ごめんなさい、10個できなかったけど。でもママ綺麗に入れるのは得意そうだって言ってと、ここからはもう毎日内職のように一個一個やっていくのはできそうな気がするので、また辛くなったら今度はもう一人でいいと思う。誰かなんかね近所の友達みたいな人と手伝ってもらって10個だとね、これ仲悪いからやっぱり、できないかな。仲悪くないの？私のこと嫌いなんでしょ？だって大好きって言ったじゃないですか。もうこれ YouTube なんでここで告白されても困るんで。じゃあまあとりあえず今回これで大丈夫ってことでよろしいでしょうか？はい、もう大満足です。本当棚にこだわってたことが本当にアホだったと思います。これ棚はちょっと一つはバラさせてもらって、もう一個は攻めのところにちょっとキッチン用品が多かったんで、そちらのところにちょっと寄せさせてもらってるんですけど、あっちも本当に文句があるなら自分でバラして、本当にもう私がこれでも最善を尽くしたの。これでもいや、もう十分すぎるぐらい。大丈夫？はい。だから純子は法師から書かないで大丈夫？はい。パパどうだった今回？最初はどうなるかと思いましたけど。そうだね、本当だね。てかね、スタートがね、もう昼近くまでやり取りしちゃってね、まあオールカットなんだけど、結構やり合っちゃったからね。なかなか決まんなかったけども、今こう見るとなんか全然違うね、部屋になってるからびっくりです。すごいなんか自分としてはこの動き回るスペース、この足かからずに歩き回れるスペースがあるっていうのが夢だったので。本当ですか？はい。すごい作業空間が広くなって僕はすごいいいと。僕の部屋もそうですし、僕もそうですし、子供部屋もたくさん走り回れる空間ができたなと思いました。よかった。じゃあこれ YouTube 使って大丈夫？大丈夫だと思います。大丈夫？なんかパパがうじうじ言ってたよね。なんかね。良くなかったら出さないで。良くなかったらって誰に向かって言ってたって感じですよね。大丈夫ですか？出させていただいて。大丈夫です。はい。じゃあお姉ちゃんどう？ちょっと感想一言お願いします。私よりもすごい空間ができてて、広くなってすごい嬉しかったです。本当。ね、本当にこの家はね、お姉ちゃんの机の上だけが綺麗だったからね。それがね、部屋全体になってよかったよね。はい。で、なんか言えるかな？どうだった？次女。過ごしやすそうになって。過ごしやすそうになった？あなたも今日はニコニコしてたよね。ずーっと私の顔見ればニコーンとしてね、夢が叶ったね。あとは私の机さえね、手に入ればね、あんなしょっぼいね、変なデスクじゃなくてね、ちゃんとしたお姉ちゃんみたいないいデスクがね、あそこの場所に来るといいね。はい。で今回も大成功ということで、よろしいでしょうか？はい。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。これね、最後にエレクトーン弾いてる。あ、そうだ。そうだ。それ見て私帰るわ。じゃはい、どうぞ。お願いします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日も一日長かったですね。なんて言ったってね、始まるまでに1時間以上私、奥さんとやり合っちゃっててね、オールカットだと思うんですけど、まあ結果、パパの部屋と、まあ娘たちの部屋ができたことで、3人はめちゃくちゃ喜んでたけどね、ほんと一つ、何が悔やまれるかというと、やっぱみんなそうだけどさ、ママの部屋ってなかなか作れないんだよね。私も持ってないけどさ、でも結局ママの行き場のない者たち、ママ管理の行き場のない者たちが全部タンスの後ろにインオペみたいな感じになっちゃったじゃないですか。ほんとそれだけが申し訳ないなっていうか、もうなんつうの、ママが作った城を全部壊したわけなんで、まあ、壊したことによって
まあなんなら和室の後ろ以外はね部屋ができたってなるとどう片付けって難しいなと思うよ。なんか全員の要望を叶えるのはなかなかできないからね。本当に。ね、まなみさんどう思う？ねえじゃないよ。本当に最後はさ、無情にも残り15分ぐらいであれ全部入れちゃうわけじゃん、裏に。それまでだってもう地獄が何時間も続いてさ、結果自分のものはさ、埋められちゃうんだよ、私に。先にね、子供部屋とパパの部屋ができちゃったのね。そうそうそう。でさ、本当子供いなかったらもう子供部屋に埋めちゃえばいいじゃんと思ってた。まなみさんなんかひどいからさ、パパの部屋、自分が犠牲になってもね、いいからって言うんだから、寄せちゃいなよって。あんたほんとひどいよね。よくそうよ。いや、パパが言ってたから、それでさ、それをさ、真に受けて私が、そうですかって言ってさ、せっかくさ、フィッツとさ、ハンガーラックをさ、移動させたのにさ、またインオペとかさ、お前、そんな私、YouTube 出してたら、もう全然人気なくなっちゃうと思うよ。ぐらいいいかなってちょっと思って。そりゃあさ、私だってさ、たまにはふっとね、悪魔がさ、囁くのよ。もういいじゃん、ここまで片付いたんだからちょっとぐらい散らかったって思うけどさ、でもさ、やっぱりさ、最後のさ、リビングね、まあ子供たちがさ、嬉しそうにさ、あとエレクトーン演奏とか、めちゃめちゃ感動的だったじゃないですか。だって今までさ、ダイニングテーブルの後ろで誰も聞いてなかったのよ。それがさ、ああやってみんなで聞かれるようなさ、環境になってさ、なんか感動的だったよね、演奏も。だから今ほら、この裏でジュピターが流れてるわけですよね。はい、いいと思いますよ。本当に。だから本当にママには申し訳ないけど、ママ整理収納が得意そうだったので、また整理収納の旅に出ていただいて、もうあとね、もう本当純子のせいでこうなったって言うんだったら、もう私責任持って一人で手伝いに行くわ。仲直りの。だからママ、もし一人でしんどかったら純子に連絡ください。はい。ということで、今回もね、家族の笑顔が見れて本当に良かったんで、また次のお家も頑張りましょう。はい。ということで、お疲れさんでした。はい。ということでね、ちょっと宿題は残ってしまったんですけれども、この辺の家族の皆さんに喜んでいただける結果を出すことができました。ということで、今回の週末ビフォーアフターいかがだったでしょうか。次回の週末ビフォーアフターは受験を控えたお子さんのいるお宅にお邪魔してまいりましたので、どうぞお楽しみに。それではまた来週、さよなら。終わった？よかったらチャンネル登録お願いします。いいね、コメントもお待ちしてます。